自然を満喫することができる登山は、素晴らしい景色を見たり、山でしか見られない高山植物があったり、登頂した時の達成感など、様々な楽しみがあります。また、山に住んでいる野生動物に出会うこともありますが、今回は標高の高い山で出会った猫の話をお伝えします。野生動物である山猫と出会うことはありそうですが、今回出会った猫というのは山猫ではなく家猫だったというので、驚きを隠せません。スイスの登山者は雪山を1200メートルほど登った地点で一匹の家猫に出会いました。猫はどうやら迷って山のふもとにたどり着き、登山者たちを追いかけて3度も登頂していたといいます。アウトドア好きのスイス人に人気のブリステン山は、標高約3000メートルの登頂を目指す長距離ハイキングコースがあることで知られています。ある日のこと、頂上を目指して早朝に登山を開始したザクセルンに住むシリル・ローラさんと夫のエリックさんは、午前4時半ごろ、ちょうど1200メートルほど登った地点で猫の鳴き声を聞きました。暗い森の中から猫のような動物の鳴き声が聞こえたと思ったら、一匹の家猫が姿を現したのです。猫は本当に怯えて混乱している様子でした。雪山で家猫に遭遇した私たちも相当困惑しましたが、猫は私たちに近づいて離れようとせず、後をついてきたので追い払うこともできませんでした。と、シリルさんはその時のことを話しています。しかし、しばらくすると猫は寒さで体を震わせ、疲れ切ったのか立ち止まってしまったそうです。硬い雪の上を歩き続けていたからなのでしょう。猫の肉球は傷つき出血していました。シリルさんとエリックさんはそんな猫を気の毒に思い、リュックの上に乗せて登山を続けました。頂上で別の登山者グループに会った2人は猫を彼らに託しました。猫は人慣れしているようで、別のグループにもすぐに懐いたようです。その後、シリルさんとエリックさんは下山した登山グループにより、猫が無事に飼い主と再会したことを知りました。どうやら猫は4日間も迷子になっていたようです。迷って山のふもとにたどり着き、他の登山者らの後をついて歩き続け、なんと合計3回も登頂をしていたことが判明しました。登山中に予期せぬ出来事に遭遇したシリルさんたちでしたが、飼い主さんと再会できた猫を喜び、このようなコメントを後の取材で残しています。動物は時に奇妙な行動をとるものです。どんなにひどい怪我をしても、私たち人間よりはるかにタフで、決して諦めません。出会った猫もそうでした。人間でも標高の高い雪山を登頂することは容易ではありませんが、猫が3回も登頂していたというのは驚きですね。人が大好きな猫だったから、出会う人の後をついていってしまったのですね。何はともあれ、飼い主さんの元に戻れて本当に良かったです。ちなみに過去にはポーランドでも山頂で家猫が登山者に目撃されていました。ポーランドの登山家ボイチェフ・ヤブチンスキーさんは、標高2500メートルの山の山頂で信じられない光景を目にしました。この山はリスイ山という山で、ポーランドとスロバキア国境付近にあるタトラ山脈の最も高い山です。そんな高所の切り立った崖の上で、一般的な家猫である虎柄の猫が優雅に毛づくろいしていました。山猫ではありません。どう見ても普通の家猫でした。なぜこんな高い場所に猫がいる？その珍百景に引きつけられたヤブチンスキーさんは、この猫の情報を Facebook に投稿しました。
猫はとてもリラックスしているように見えたそうです。山頂の高さや寒さを気にする様子は見受けられなかったようです。ヤブチンスキーさんは昼食のチーズロールを分け与えようとしましたが、お好みではなかったようで、やんわりと拒絶されてしまいました。ポーランドとスロバキアの国境近くにあるリスイ山は3つの頂があり、そのうち北西のものはポーランドで最も高い地点です。リスイという名前はかき傷や割れ目を意味すると言われていますが、スロバキア側の民間伝承では大山猫を意味しているとも言われています。しかし大山猫ですらこんなに高い標高には生息していないのです。ヤブチンスキーさんは、この猫はスロバキア側のリスイ山頂より少し下の観光客のための小さな小屋から来たのではと推測しています。ヤブチンスキーさんの投稿に対し、これって雪氷じゃない？この猫はヤギの魂を宿しているに違いないなどのコメントが寄せられました。また、このまま山にいたら死んでしまうだろう、誰かが連れ戻さなくてはと冷静なコメントもありました。いずれにしても全力で山頂まで登りきったところに猫がいたら嬉しいに違いないし、思い出深い登山となったことでしょう。またスイスでは誰もいない街で道に迷いさまよっていたハイキング客が出会った猫は、なんと道案内をしてくれました。人を助ける救助犬は有名な存在ですが、どうやら猫にも人助けをするタイプが存在するようです。海外の投稿掲示板に、道に迷い困っていたところ、一匹の猫に助けられたという投稿がありました。投稿者さんはスイスの山の中にある小さな美しい村、ギンメルバルト周辺でハイキングを楽しもうとやってきました。ところが、そこで道に迷ってしまいました。スキーシーズンも終え、誰もいない街の中にたどり着き、途方に暮れていました。すると、まるでそんな投稿者さんの状況を察したかのように、一匹の猫が現れ、山のふもとまで導いてくれたというのです。そしてそれは後に彼だけの思い込みではなかったことが判明しました。この件が投稿されると、彼と同じ場所で同じ猫に出会った人が複数いることが判明しました。中にはその猫の画像を持っている人もいたそうです。投稿者さんはギンメルバルト周辺の美しい山々を探索しようとやってきました。ところが道に迷ってしまいます。やっとたどり着いた町には誰もいませんでした。ここは観光客相手の町で、スキーシーズン以外は誰も住んでいないのです。初めの予定では、ここからロープウェイで宿泊地があるラウターブルンネンへ戻る予定でした。ところがシーズンオフでリフトは機能していませんでした。しかも宿泊所に引き返せる正規の登山道は閉鎖期間に入っていたのです。四方が山に囲まれた誰もいない町で、帰り方が分からず途方に暮れていた投稿者さん。そこに突然猫が現れました。猫はお腹を見せて敵意がないことを示しました。そしてさあこっちと視線で合図をしました。こっちかいと語りかけながらついていきました。するとついに麓に着いたというのです。猫は途中で脇道にそれ離れていってしまったそうです。一体この猫はどこで暮らしているのでしょう。人がいない町というので飼い猫ではないようですが、道案内を終えて山のふもとまで導くと、猫はスーッと消えていったそうです。まるで投稿者さんの無事を見届けたのを確認して去っていったかのようです。とても不思議な猫ですね。この山の案内人の役目を買って出ているのでしょうか。他にも目撃者がいるということは、
やはりそうなのかもしれませんね。猫の案内に導かれ、投稿者さんが無事に山のふもとに戻れて本当に良かったですね。かわいい猫の道案内を受けてみたいものですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。